2、26事件高橋是清の軍事予算抑制と暗殺。イントロダクション。1936年2月26日、日本の政治史に大きな衝撃を与えた。2、26事件が勃発しました。当時の大蔵大臣であった高橋是清は、財政の健全性を重視する立場から軍部との対立を深めていました。この対立が最終的に、彼の悲劇的な最後をもたらすことになります。軍部との予算をめぐる対立。高橋是清はなぜ軍部と対立したのだ。高橋是清は財政の健全性を重視する立場から、軍部が要求する過度な軍事予算の増額に慎重な姿勢を示していたの。日本経済の長期的な発展のためには、軍事予算の無制限な拡大は避けるべきだと主張していたわ。特に当時の日本の経済状況が不安定だったこともあり、軍事費の抑制は必要不可欠だと考えていたの。彼は昭和恐慌からの経済回復を最優先課題と考え、バランスの取れた予算配分を目指していたわ。軍部はそれを受け入れなかったのだ。そうね、軍部は自分たちの要求が通らないことに強い不満を持っていたわ。特に過激派の青年将校たちは、高橋の財政政策に対して激しい反感を抱いていたの。彼らは国防の強化が最優先だと考え、財政的な制約を受け入れることができなかったのよ。高橋の経済重視の政策は、軍部にとって自分たちの影響力を制限するものと移ったわ。事件の発生と暗殺。26事件ってどんなことが起きたのだ。1936年2月26日の早朝、青年将校たちが約1400名の兵士を率いて蜂起したの。彼らは政府要人の暗殺を計画し、その標的の一人が高橋是清だったわ。この蜂起は軍部内の急進派が自分たちの主張を暴力的に実現しようとした出来事だったの。彼らは高橋の財政政策が日本の軍事力強化を妨げていると考えていたわ。高橋是清はどうなってしまったのだ。残念ながら高橋は自宅で青年将校たちに襲われ暗殺されてしまったの。彼は最後まで日本の財政の健全性を守ろうとしたけれど、その信念が過激派の怒りを買ってしまったのよ。高橋の死は日本の財政政策の転換点となり、その後の軍事予算の膨張を止められなくなってしまったわ。彼の死は軍部の影響力が政府の意思決定を左右する時代の始まりを象徴する出来事となったの。事件の影響。この事件は日本にどんな影響を与えたのだ。高橋是清の暗殺は日本の政治と経済に大きな打撃を与えたわ。特に彼が推進していた財政健全化政策が頓挫してしまい、その後の軍部の影響力がさらに強まることになったの。この事件は軍部の暴走を止められなかった日本の政治の転換点となり、戦争への道を加速させることになってしまったのよ。高橋が目指していた経済と軍事のバランスの取れた発展の道は彼の死とともに閉ざされてしまったわ。とても悲しい出来事なのだな。そうね、この事件は軍部の暴走を止められなかった日本の政治の転換点となったわ。高橋是清の死は日本の進路に大きな影響を与えることになったの。彼の死後、軍部の意向が政策決定を支配するようになり、日本は取り返しのつかない道を進むことになってしまったわ。まとめ。2、26事件における高橋是清の暗殺は、日本の政治史における重要な転換点となりました。彼の死は、軍部の影響力増大を象徴する出来事となり、その後の日本の進路に大きな影響を与えることとなったのです。高橋是清が最後まで守ろうとした財政の健全性という理念は、現代においても重要な示唆を与え続けています。彼の死は、平和と繁栄の道を選ばなかった日本の歴史における、重要な教訓として、今日まで語り継がれているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。